Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. Буду резать, буду бить, Жигули тебе водить. Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. Буду резать, буду бить, Жигули тебе водить.どうも、マイクラでオプティファインが出るまでバージョン 1.19 を解禁していなかったこけしです。今回は今日3回車がリリースされたんで紹介します。今回紹介する車はイビッシュ、グラリアです。1976年から1979年にかけて、日本のイビッシュ自動車が生産していたワゴンです。少し前から LJ74 さんによって計画されていて、7月1日にリリースされました。ということで、これの構成を紹介していきます。まず箱の車の大まかな内容を紹介します。ということで、GS2400 ランクを見ていきます。見た目はこんな感じです。結構旧車感が漂ってます。そして、顔もかっこいい。昔のスカイラインのようです。内装はシンプルかと思いきや、意外と豪華です。オイル、エンジンの温度のメーターや、デジタル時計、ラジオもあります。ですが、タコメーターはありません。さらには、一般的にオプションで付けれるシフトライトも存在しません。そしてレブリミッターがないので、運転中にエンジン2気を配る必要があります。エンジンは 2.4 リッター直列6気筒で、最高で133馬力、21kg のトルクを発生させます。エンジンサウンドもこだわられていて、バニラサウンドを少し改造したような感じの音になってます。また、ギアは4速マニュアル、駆動方式は FR、ブレーキは全てドラムです。なんだか雨車並みの大きさがある気がします。よし、それでクラッシュの時間です。おう、安全性はあまりないようです。結構内装もえぐれてます。続いてこの車の乗用モデルを紹介していきます。まず、バン、仕様から。これは最も安価なランクのもので、後部座席やタイヤカバー等が取り外され必要最低限のものだけが採用されています。ですが、エンジンは先ほどの133馬力のエンジンで4速マニュアル、あとは駆動、そしていろんなものが取り外されで軽くなってるんで、意外にスポーツドライビングもできるかもしれません。次に GX ランクを見ていきます。今回は 2.6L モデルにします。GX ランクは GS ランクと、ルックスのランクで、はっきり言って GS ランクとそんなに違いがません。そして乗用モデルの中では最も高級なルックスです。これはツートンカラーや豪華な内装、そしてミラマーに搭載されていた2速ミラマテックトランスミッションに基づいた3速クラリテックトランスミッションを採用し、快適な走りをサポートしています。中でも面白いと思ったのが、この表示。ブレーキ、ウインカー、バックライトの3つを表示する、個人的に珍しいと思ったものです。というわけでスポーツタイプです。GT2400 から紹介します。今回その他の構成を紹介するのが面倒くさいので、これらの紹介が最後です。レース仕様、ドリフト仕様などはご自身の目でお確かめください。内装は白色で、ギア表示が追加されてますが、やはりタコメーターはありません。あと、ルックスからだったのですが、サイドブレーキがここに取り付けられるようになってます。結構豪華なんですが、足回りが雑な作りで、LSD はなく、ブレーキもノーマルです。最後に GTZ2600 を紹介します。これはクラリアの全てのランクの最高峰です。GTZ はベッシマやコベットにもあるように、一番整っているスポーツモデルです。新たなエアロパーツが追加されていたり、エンジンがさらにパワフルになっていたりしてますが、足回りは GT ランクのように、ノーマルのままです。なので USB も入っておらず、ブレーキもすぐに焼けてしまう安いブレーキです。これはクレーム殺到でしょう。ですが、カスタムパーツには高性能ブレーキも、LSD も存在してます。ここだけはご安心を。いかがでしたか？今回も面白いモッドがリリースされて嬉しいですね。LSD などの問題は、さておき、今までミラマーやセルティア等以外に、日本の渋い旧車がなかったので旧車好きに固まらないものだったと思います。今後もアップデートが来るかもしれないので、それにも期待を持ちましょう。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。